鍼灸治療を行う際、症状に合わせたツボを使用することが多いと思います。ですがなかなか治らないケースがあります。ちゃんと症例に合ったツボを使用しているのになぜ治らないのかと思ったことはありませんか？もちろん鍼灸の適用でなかった場合もあるでしょうが、本当にそれだけでしょうか？この動画では鍼灸の適用に合っているのにそれでもツボが効かない理由を解説します。深さの概念を習わなかった。鍼灸学校ではツボを習います。それぞれのツボでは主穴部位といってツボの場所を覚えますが、しかし学校で習うツボは縦横の 2D でしか教えてくれません。ですが人間の体はどうでしょうか？縦横深さの 3D です。実はこの深さを詳しく習わないためにツボが効かないケースがあるのです。では肩こり、五十肩、腰痛、内臓疾患にて例を挙げましょう。肩こりの深さが足りていない。図は首の縦の断面図です。青色の部分はインナーマッスルの軽反極筋です。もし患者の肩こりの根本部分が軽反極筋だった場合、該当筋肉まで針を届かせないとこりはなかなか改善しません。つまりツボが効かないのです。余談ですが、パソコン、デスク作業などの投射性収縮による負担はアウターマッスルよりインナーマッスルの方が負担がかかります。五十肩の深さが足りてない。肩甲下筋が原因の五十肩には肩甲下筋にまで針が届かせないとなかなか治らないです。五十肩が治るのに1年かかるなんて言ったりしますが、単に深さが足りてないケースが多いのです。腰痛の深さが足りていない。腰痛の患者さんに代表格のツボである大腸兪を使用したとしますが、しかし1年間通い続けても治らない人がいます。もしその患者の根本原因が大腰筋だったらどうでしょう？体格にもよりますが、大腸兪の深さ 50cm まで侵入しないと大腰筋まで到達できないのです。なので大腸兪に針をしているのに腰痛がその日だけマシになるけど治りはしないという現象が続くのです。背部輸血の深さが足りていない。以前の動画ツボが効く理由において背部輸血で内臓疾患が治る理由を紹介しました。簡単に言いますと、背部の極筋が緩めば自律神経後肢の後脈を緩めるからです。効果が出ない場合はインナーマッスルの極筋にまで新鮮が届いていないケースが考えられます。深さの概念が加わると痛みを起こしている部分について 2D ではなく 3D で考えられるようになると治療効果がぐんと上がります。私は両方とも経験し、その経験上から述べています。よく鍼灸に通ったけど治らなかったということも耳にしますが、もしかしたら深さの概念が足りなかったのかもしれません。深張りにリスクはないのか？結論から言えばリスクはありません。なぜならリスクを避けて深く刺す技術があるからです。でも学校では習わないので、日本の多くの鍼灸師がリスクがあると思っているのが現状ですが、ちなみに最近では大腰筋指針を教える学校もあるらしいです。最後に、私的には深さの概念を持った鍼灸師が増えてより多くの患者様の痛みが取れたら嬉しいなと思います。ただし深張り、中国張りを行う場合、必ず現場で習得してからにしてください。そうしないと事故が起こる可能性があります。今回は以上となります。当チャンネルでは今後も鍼灸について情報を発信していきますので、興味のある方はぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。この動画が参考になったら高評価、チャンネル登録をよろしくお願いします。